こんにちは。TTS の川本です。この動画は AI の応用シリーズの最後になります。シンギュラリティについて考察してみようと思います。よろしくお願いします。シンギュラリティというのは人工知能が人間よりも賢くなるという概念で、日本語では技術的特異点と呼ばれます。SF 的に言うと、進化した AI が飼い主の手を噛みに来るというやつです。レイ・カーツワイル博士は、シンギュラリティが2045年に来ると予想していますが、それよりも早くシンギュラリティが来そうだと発言している識者の方も増えていると感じます。翻ればまだシンギュラリティは来ていないわけですが、すでに多くの側面においてデジタル技術が人間の能力を上回っています。今日はそうした現状を整理しながら、近い将来のシンギュラリティにどう対処していくべきか考えていこうと思います。映画ターミネーターはいわゆるアクション映画で、個人的にはシンプルなイメージです。シンギュラリティを扱った作品の中で個人的に印象に残っているのは、1993年に公開されたドラえもんの映画です。電動コンピューターみたいなものに頼って自分の足で歩かなくなった人類の体力がどんどん衰えていって人工知能に足を救われるという内容でした。映画の中にある機械に任せると衰えてしまうという考え方を多くの方がお持ちではないでしょうか。映画ほどに極端ではありませんが、現代人は当たり前のように自動車を使っています。国の統計でも児童の体力が年々落ちていると言われています。しかし一方で、オリンピック等の競技会では日々世界記録が更新されています。技術が進んだからといって一概に人の体が弱くなるということではなさそうです。私自身は自家用車を持っていませんし、自転車競技をやってますので、体力の衰えというところはあまり感じません。機械に頼ったことによって衰えたと感じるのは頭脳の方です。パソコンばかりやっているせいで年々漢字を書けなくなっています。同じような感覚を多くの方がお持ちではないかと思います。また、スマホのパケットが切れた月末には、頭の半分をもがれてしまったような感覚になります。サボっちゃダメだなぁとその時は思ったりします。ただ、この解決策は簡単で、パケット無制限プランに変えればいいんです。お金に物を言わせて楽をするとさらに罪悪感が増しますが、逆の考え方もあります。人類の進化というと脳が大きくなったということばかりがフィーチャーされがちです。しかし、道具を作るようになった、火を使うようになったということも重要な役割を果たしました。道具や火は人の体の一部でも脳の一部でもありません。ですので、自分の体一つでできなきゃダメだという考え方は、自身の進化を妨げてしまって、むしろ損を生じるということもできます。実際若い方たちのように、スマホを体の延長であるかのように使いこなして、インターネットや SNS の情報を巧みに活用すれば、人生の可能性がぐっと広がりそうです。私自身も、いわゆるネタ帳を iPhone のメモアプリで作っています。クラウドに自動で同期されるので消えませんし、パソコンからも見られてとても重宝しています。インターネット上の情報も自身の知識の一部だと捉える方が生産的と言えるかもしれないです。ところが、パケット無制限プランにしてもインターネットが使えない場合があります。キャリア側でシステム障害が起きた時です。ネット検索できないくらいならまだしも、最近のソフトウェアはインターネットにつないで認証しないと動かなかったり、そもそもの実態がクラウド上にあるというものが増えています。重要な仕事のタイミングでインターネットが使えないということになると大変なことになります。うがった言及をすれば、サービスを提供する側が意図を持ってシステムを止めたり、料金を引き上げる可能性があります。現在多くの企業が IT 大手のクラウドサービスを使っていると思います。会社の機密情報をクラウドに置いているという企業も多いでしょう。これは人質を捉えているのと同じです。
IT 企業間の競争が激化する中で、追い詰められた側がなりふり構わずに極端な行動を起こすという可能性はゼロではありません。また逆にカルテルみたいなことをやられて、クラウド使用料やパケット代を釣り上げられたら、何もできずに倒産する会社が続発するでしょう。シンギュラリティを待たずとも、私たちの生活は深くデジタル技術に侵食されているということができます。冒頭でお話ししたドラえもんの映画では、人工知能の親玉をコンピュータウイルスで破壊して平和を取り戻したと記憶しています。コンピュータストレージに保存されたデータっていうのは何度でも修正できて便利ですが、安易に消えてしまったり、ウイルスによって書き換えられてしまうというリスクがあります。このためか最近のスマホやパソコンはやたらとクラウドへのバックアップを進めてきます。クラウドにミラーを置くことで確かに大切なデータを失いにくくなります。またストレージがハードディスクからソリッドステートに変わって故障が本当に少なくなりました。一昔前は数年に一度はハードディスクが壊れて、バックアップ取ってなかったみたいにパニックに陥ったものです。研究データが消えてしまって泣く泣く実験をやり直したり論文を書き直したという経験を私も持っています。若い方の中にはスマホしか使ったことがなくてデータを意図的にストレージの中に保存するということをしたことがない方も多いのではないでしょうか。フォルダやダイレクトリを知らなかったり、ツリー構造でデータを整理するという経験をお持ちでない方も多いと思います。そんなことをしなくても、最近アクセスしたファイルとか、あなたにおすすめのファイルみたいなものをソフトウェアが提示してくれるので困らないですよね。ただこれは非常に危険なことです。しばらくアクセスしなかったファイルのショートカットがリストから消えてしまって、データがどこにあるのかわからなくなってしまったという経験はありませんか？また、たくさんのデータの中から AI におすすめと言われたデータしか見なかったとしたら、データの中に埋もれている重要情報を捨てていることになります。先ほど、クラウドのメモを知識の一部として活用するべきだと申し上げました。しかし、クラウドへの保存までを完全にパソコンに任せてしまうのは危険かもしれないです。意図的であるにしろ、そうでないにしろ、脳の延長とも言えるクラウド上のデータを消したり書き換えるということをされたら、洗脳されているのと同じだからです。洗脳という言い方は大げさでしたが、そもそもインターネット空間にある情報というのは不安定です。フェイバリットに登録していたウェブページがある日突然なくなってしまったり、内容が変わってしまったという経験を多くの方がお持ちかと思います。私も論文を書くときには、紙に書かれているか、編集できない PDF 形式で学会から公開されている文献を参照するようにしています。ただこれも時期に言っていられなくなるというふうに思います。一昔前は何か研究をやったりすると、論文が雑誌に載って公開されるのが1年先、本にまとめられるのが10年先みたいな感じでした。査読者や出版社、印刷会社など多くの人が関わっていたからです。ところが今は誰よりも早く研究を公開したいがために査読を受けずにインターネット上に自己責任で論文を公開するというやり方が流行りです。現状はそうではありませんが、質の低い論文が横行したり、伝説が固まりにくくなる可能性があります。元サッカー日本代表監督の岡田さんが、若者の多くは AI の言っていることを正しいと感じる。そんな時代だから主体性が大切だと発言されていました。本当にその通りだと思います。確かに AI は多くの場合で正しいことを言うかもしれません。しかし一方で、チャット GPT は同じ質問に対して毎回異なる答えを出しますし、ネット検索の結果も日々のトレンドで変わってしまいます。私たちミドル世代が重視してきた再現性とか一貫性はどんどん意味を失っていくでしょう。川の流れのごとく移り変わる情報の中でも自身を見失わない主体性が必要になると感じます。
最後にこのシリーズの中であえてスキップしてきた話題があります。AI とか人工知能を扱うときに必ず付きまとう知能とは何か、人間とは何かという議論です。これは哲学的な問題で答えが出ません。その辺の面のことはするしとこうか。みたいな雰囲気で AI ブームが突き進んだ結果、多くの社会問題が生まれました。冒頭、シンギュラリティは人工知能が人間よりも賢くなることだと申し上げましたが、人工知能が何かが決まらないので、シンギュラリティが何かも決まりません。ですので、シンギュラリティを深掘りするということは、とても思想的で、私個人の考えを述べるという形になってしまいます。この場では必ずしも適切ではありません。このため今日は雑多な話題提供に留めました。ですが、知能とは何か、人間とは何かを問い続けることをやめるべきではありません。これを継続することこそが AI に食われない、シンギュラリティに飲まれない主体的な人生につながると思うからです。この動画ではシンギュラリティについてお話ししました。AI の応用シリーズは今回が最後になります。次回からまたテーマを変えて量子コンピューター編をお届けいたします。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。